こんばんは。はるきです。今回は女子選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。こちらのティアリストはですね、女子選手限定のティアリストになってます。それでは早速紹介をしていきます。こちらが女子選手の最新版のティアリストになってます。まずは D ですね。D はですね、新選手何名か追加がありまして、フューチャースターの遠藤、そしてモエルですかね。そしてファンタジー FC のスターク、フューチャースターのギルマ、この4名を新選手として追加をしてます。また前回からはですね、トリプルスレッドのキルマンかなを下げたという風な形になってますね。あとはビルツもかなを下げてますね。まずはフューチャースター遠藤ですね、新選手になるんですけれども、逆足さんという風な部分と、あとは能力的な部分がどうしてもちょっと物足りないという風なとこにはなりますし、テクニカルのプラスついてるのはいいんですけれども、ちょっとシュートがあまりうまくなかったりとか、しますし、ドリブルも敏捷性バランスドリブルもうちょっと欲しいなという風に思うので、現環境、みんな強い中で、言うとそこまでの強さはないかなという風なところですね。日本人として、もうちょっと強ければよかったなという風には思いますね。そして続いてはモエルですね。同じくフューチャースターの選手になるんですけれども、理不尽さはあんまりないですね。どちらかというと守備戦の選手だと思うんですけれども、フィジカルそんなに強くはないですし、フィジカル強くないんだけれども、若干ちょっと重いというか、やっぱ敏捷性バランス低いので遅さがあるという風な選手で、ブロックのプラスはね、いいんですけれども、刈り取る力っていうのがそこまで、なかったりしますし、個人的には使いにくさが若干あった、そういう選手にはなります。かつ特徴もあまりないという風な選手にはなってしまっていたので、D ランクかなという風には感じましたね。そして続いてスタークですね。こちら新イベントの選手、直近でね、来た選手になるんですけれども、敏捷性だったりとか冷静さっていうのがかなり低い。選手で、パスはね、うまいんで、ここはいいところではあるんですけれども、特段めっちゃ決定力高いというわけでも、なくって、ペースも低いっていう風な、低いというか、そんなにめっちゃ速いというわけではないという風な選手にはなりますね。で、フィジカルあるのはいいんだけれどもっていう風なところで、特に白のプレイスタイルなんかは、ラピッドとかクイックステップとか容赦なし、テクニカルとかついてるんで、プレイスタイルここのね、白のところは良かっただけに、冷静さ、アジリティもうちょっと欲しかったなという風なところですね。プラス4をされても、環境的にはそこまで強い選手ではないなという風には感じますね。そして続いてはギルマですね。フューチャースターの選手になってますね。センターバックとしてやっぱ身長が低いっていう風なところで、ブルーザのプラスを持っていても、やっぱり相手のね、ST の選手とかも強いんで、取れないっていう風なことが起こってしまう、そういう選手にはなりますね。で、ジャンプも90頑張ってはくれますけど、負けてしまう時はあるという風なところで、あとパスがね、ちょっと、あまり上手くないっていう風な選手ですね。やっぱ身長小さいんで、そこのパス面の器用さっていう風な部分もあってほしいんですけれども、ロングパスとかを引っかかってしまうこともありますし、ペースも特段速いっていうわけでも、ないので、なのでフューチャースターの中で言っても外れの選手にはなってましたね。そして続いては C ですね。C はですね、目標できました。ファンタジー FC のエイサギーレ、そしてフューチャースターのルティシエを前回からだと追加をしてますね。で、また下げた選手で言うと、トリプルスレッドのネビルだったりとか、ショーダウンのパース、あとは TOTW ラミレスだったりとか、トリプルスレッドのカービなんかを下げたという風なことになってます。まずはエイサギーレですね、目標で獲得できた選手になるんですけれども、ドリブルは、軽くって、パスもね、ある程度出せるという風なところはいいんですけれども、やっぱ冷静さっていう風な部分がこの人も足りない
いいですね。で、またペースも悪くはないんですけど、もうちょっと早くあればなという風なところで、ティキタカとか、テクニカルとか、今週とか、結構ね、こちらもいいプレースタイル持っていただけに、やっぱ冷静さがちょっと低いのが残念だったなという風には思いますね。個人的には悪くはなくて、まだ使いようはあるのかなという風には感じるんですけど、ただこう冷静さがあって、思うシーンは多々あるかなという風には感じますね。そして続いてはルティシエですね。こちらフューチャースターの選手で、全然やれる選手になってます。やれなくはないっていう風な感じで、ペースがもうちょっと速かったりとか、フィジカルがもうちょっと強ければですね、かなり評価は変わっていた選手になりますね。やっぱ予測のプラスがついたという風なことが素晴らしいなという風には思いますし、身長低いんですけれども、その予測のプラスで、取り切ってくれたりとか、できる選手にはなりますね。あとパスもね、出せるっていうのが結構いいところにはなりますね。個人的にこう、上がらせない、サイドバックとして使うのも、まだありかなっていう風なところではありますけれども、ペースをちょっと求めるって方はセンターバック起用がいいかな。サイドバックよりかはセンターバックがいいかなという風には思いますね。逆足も4ですし、本当にもうちょっと能力が、高かったら結構化けていたかなというふうには思いますね。そして続いては B ですね。B はですね、こちらも、新選手何名かいますね。RTTF のレイテン、だったりとか、あとはフューチャースター、ヘンプ、SBC で来た選手になりますね。で、あとはファンタジー FC のミエデマ、そしてこちらも RTTF のブロンズ、そして、ファンタジー FC のスタンウェイ、フューチャースターのクンダナンジ、ビルヒャム・ムズ・ドッティルと、こちらの選手たちを新しく、追加をしてますね。で、また前回からだと、SBC で来ましたラピノだったりとか、あとはローレンスかな、FC バーサスで来た選手を少し下げてますね。まずは新選手、レイテン、ですね。能力が、高くなればですね、非常に強くなれる選手にはなりますし、速いですね。速さがある選手で軽さもあるという風なところと、レーサーもね、高いんで、普通に全然やれる選手になってますね。強いっていう風な選手で、スタメン級かなという風には感じますね。ただフィジカルがちょっと弱かったりとかはしますので、体当てられてしまうと負けてしまうっていう、そういう選手になってますね。こういうのもね、サイドの選手としてパスがね、うまいっていうのは一つ武器かなというふうには思いますし、ラピッドとか、ヨーシャンシクイックステップ、テクニカル、クロスのね、やつとか今週とか結構いいもの、持ってはいますので、能力上がり次第、どんどん強くなってくるかなと思いますね。そして続いて SBC できましたヘンプですね。フューチャースターのヘンプ。この人はね、やっぱり全然悪くはないし強い時もあるんですけど、特にクロスとかね上げる方はね全然強くて、軽さもあって速さもあっていいんですけど、サンダーストラックとあんまり変わらないんですよね。ほぼ同じと言ってもいいぐらいで、能力のアップグレードっていうような部分と、あとは逆足も3から4になったらでかいんですけど、ただちょっと SBC の価格が高すぎて、ちょっとその期待が大きすぎるがあまりにあんまやなって思うことがやっぱり多い選手にはなりますね。やっぱりだんだんヘンプを作った方も相手に見ることなくなってきましたし、自分も使ってはいないので、ちょっと SB 価格を比べるとちょっと残念な気持ちにはなってしまうんですけれども、ただ強さ的には、B かなというふうなところですね。こういうとフィジカルもね、こういうとちょっと弱い選手になるんで、追いつかれてしまうと結構簡単にやられてしまうというふうな選手になりますね。あとやっぱ冷静さ75っていうのが、こうなんか全てをちょっと弱くしてしまうというか、ドリブルも軽いんだけど相手が寄ってきてしまうとちょっと遅くなったりとかしますんで、あとシュートはまだいいけど、ただ冷静さ低いから決めれないっていう風な、部分もあるんで、この人がやっぱり冷静さ85とか6とか、ここが非常に強化をされてれば全然評価は違ったかなと思いますね。そして続いてはファンタジー FC ミエデマですね。こちら新イベント、今やってるファンタジー FC で来た選手になってますね。パワーシュートのプラス、そしてファーストタッチトラップのプラス、この2つ付きっていうのはまだいいのかなというふうには感じますし、こちらはね逆に冷静さが高いけど
他はあんまり高くないっていう風な選手なんで、アップグレ次第かなと、こちらも感じますね。またスキルだったり逆足、どちらか5に変わってれば、より良かったかなという風には思いますね。特に敏捷性バランスとか、本当ペースとドリブルですかね。もうちょっと高くなればいいなという風には思います。シュートに関しては、やっぱり冷静さも高いし、決定力もある程度高い選手になってますので、決めきるっていうことは全然できる選手になるんですけれども、他の部分だったりとかは、プラス、やっぱり3、4、されてほしいなというふうにも感じるので、アーセナルだったりとか、ミエデマには頑張ってほしいなと思いますね。そして続いて RTTF ブロンズですね。こちらもですね、全然やれる選手になります。正直ね、冷静さも高いし、パス面においては十分今の現環境、ビルドアップに関われるという風な選手にはなります。ただペースがちょっとね、サイドバックとして83、今の現環境、ちょっと遅いっていう風な選手にはなってしまうので、ここはアップグレされてほしいところにはなりますね。ただバルサ女子なんで、結構アップグレの可能性はあって、プラス、2、3、されれば、またちょっと違ってくるかなというふうに思いますね。ブルーザのプラスとかね、ついてますし、フィジカル値も高くって、守備能力もね、結構ある選手になりますので、アップグレードでまた変わってくる選手にはなりますけれども、今のこの89だったら全然スタメン級かなと思いますね。そして続いてはスタンウェイですね。こちらもファンタジー FC という風な新イベントで来た選手になります。ペースがあるっていうのは、素晴らしい部分で、守備能力っていうのも高い選手になってます。ただフィジカルがちょっと弱かったりとか、インターセプト値ちょっと低かったりとか、あとは冷静さ、この人もちょっと低いんで、そこは改善の必要はあるかなというふうには思いますね。パスが上手かったりとかね、するだけに、ギリギリまで待って、パス出しという風な部分ができれば良かったんですけど、冷静さがちょっとそこで、影響出てしまうかなという風なところですね。ちょっと遅くなってしまう。プレスかけられると遅くなってしまうっていう風な感じなんで、フリーだけど早めに出すっていう風なことが必要かなと思います。ただプレイスタイルプラス2つ付きでパス面だったりとかジョッキーついていたりとかするんで、本当に惜しかったというか、もっと強い選手に、なれたんですけれども、今の現環境は B かなというふうに感じますね。そして、クンダナンジですね。こちらフューチャースターで来た選手になってまして、全然悪くない。むしろ1万5000とかぐらいで買えるんだったら非常にコスパな選手かなというふうに思いますね。逆足5スキル4というのは素晴らしいですし、トラップのプラスがまたちょっとこれ違ったら、良かったかもしれないんですけれども、という風なところで。で、テクニカルとかクイックステップ、容赦なしなんかも、ついてますし、ペースもね、速くって、敏捷性バランス低いですけど、あんまり気にはならない、全然モテる選手になっていて、保険でもフィジカルがあるという風な選手になりますね。ただこちらも冷静さ、84悪くないんですけれども、やっぱ今の現環境、前線の選手だったらもうちょっとあってほしいなという風なところではありますね。ただ逆足5も、相まって両足からシュート決めきるっていうことができる選手になるんで、非常に安くて、おすすめかなという風には思いますね。そして続いてはビルヒャル・ムズドッティルですね。こちらもフューチャースターで目標でゲートできた選手になるんですけれども、ラピッドのプラスだったりとか、ペースの数値が高いっていうのはいい部分で、あとは保険でね、ちょっとフィジカルを持っているっていうのもいいなという風には感じますね。なので、相手を置き去りにするスピードを持ちながら、追いつかれてもちょっとフィジカルで耐えることができるという風な選手にはなりますね。あとパス面もうまいっていうのはいいところかなと思うんですけれども、ただ冷静さこの人もね80もうちょっとあったら化けていたかなという風に思います。特にシュート面とかは結構入らなくてもしょうがないかなという風なところにはなりますね。ただスパサブだったりとかとしては結構優秀にはなりますし、全然まだスタメン級使えるなというふうに思いますね。そして続いては A ですね。A はですね、新選手こちらも何名かいますね。ファンタジー FC のマイリ、そして、フューチャースターロットマン、そして、ファンタジー FC ヒーローですかねのケスラ
そしてフューチャースターのパラルエロ、そしてファンタジー FC のケリー、そしてジェイゼ、そしてアイコンですかね、フューチャースターアイコンのスミス、そして SBC で来ましたフューチャースターのピナ、そしてファンタジー FC のマルテンス、ファンタジー FC ヒーローのスコットと、こちら SBC で来た選手ですね。こちらの選手たちを新しく追加をしていますね。まずはファンタジー FC のマイリーですね。こちらの選手はですね、後に89になるかと思いますね。先日ですね、マイリーアシストも記録しましたので、後に能力プラス1されるというふうに確定はしてます。89になっても個人的には A ランクかなというふうなことですね。スキル5逆足4っていうのは素晴らしいですし、CM の選手として上がってきてシュートを決めきるということもできる選手になってますね。今の現環境ね、視野85っていうのは、もうちょっと欲しいなというふうには感じるんですけれども、パスもね、通せるというふうな選手になってます。あとはね、こういうとも、やっぱりペースとか、フィジカルとか、もうちょっと欲しいんですけど、やっぱ総合力ですね。中盤の選手としてね、守備もできるし、攻撃にもね、関われるっていう風な選手で、かつ軽いし、スキルも5だしっていう風なことで、非常にやっぱ総合力が高い選手で、使いにくさっていうのは全くない選手にはなりますので、非常におすすめ、ですね。またテクニカルの、プラスがついてるという風なことも、スキル使わない方向けにコントロールスプリントも非常に優秀というところもいい部分にはなりますので、十分強い選手、トップクラスの選手かなと思いますね。でそして続いてはロットマンですね。フューチャースターで来ましたロットマン。ロットマンはね、正直もう S に上げてもいいかなと迷ったぐらいの選手で、A ランクの中で言っても非常に高い方の、選手になります。本当 A ランクの上位の選手になりますね。ペースめちゃくちゃ速いですし、その中に切り込んでいってシュートを決めきるということもできる選手ですね。で、ドリブルはもう抜群に軽いし、レーサーも十分あるという風な選手で、ちょっとフィジカルもあるという風なことなんで、なかなかいい選手ですね。男子選手と比べてもですね、ロットマンの方がいいと思える、そんなぐらいの選手になってます。個人的にクイックステップのプラスと容赦なしのプラスついてる、ここのプレイスタイルプラス2つ付きっていうのはでかいですし、あとはラピッドだったりとか今週もついているという風な選手にはなってますね。本当に女子選手でもケミが難しいのに、値段はね高い選手になりますし、44でも良ければですね、非常におすすめなそんな選手にはなってますね。そして続いてはケスラーですね。こちらファンタジー FC ヒーローで、強化をされた選手になって、後にアップグレね、してほしいなと思える選手ではありますけれども、十分この91でも能力高くなってるというふうなことですね。ペースはね、全然速いというか、遅さ感じないですし、特に守備面に関してはインターセプトがうまいなというふうには感じますね。フィジカルでゴリッといけない時は、あるんですけれども、その AI の賢さだったりとかでパスカットできるという風な選手にはなります。あとは容赦なしのプラスがついてはいますので、1試合持つという風な部分もいいところですね。あとは決定力高くって、普通にこの人も決めきる力っていうのがありますし、パスも上手い選手になってますね。逆足も4だし、それこそめっちゃ特徴がね、はっきりしてるっていうわけではないんですけれども、無難に、いいよね、安定感があるねっていう風な選手になりますので、おすすめですね。そして続いてはフューチャースター、パラルエロですね。こちら結構ロットマンと似てる選手になりますね。ロットマン級の強さがあって、こちらも非常におすすめな選手になってますね。フィジカル保険で持ってますし、本当にドリブルも軽いし、スピードも速くって、特にラピッドのプラスとペース97なんで、本当めちゃくちゃ速いっていう風な選手になります。持っていく力っていうのはもうとんでもなく、いい選手にはなりますし、パワーヘッダーのプラスがちょっと残念やったかなという風には思うんですけれども、テクニカルとか、今週とか、クイックステップなんかを持っていたりしますので、非常にこちらもサイドのアタッカーとしては厄介な、選手にはなりますね。そして続いてはケリーですね。ファンタジー FC で来ましたケリー。ケリーもね、正直 S ランクに入れてもいいかなと思ったぐらいですね、非常に強くって、もう A ランクの上位の選手になってますね。もうめっちゃ超強化されたなという風な印象を持ちまして、逆足5っていうのは素晴らしいですし、ラピッドのプラス
そして、あとはクロスのね、プラスを備えてるっていうのは、本当に素晴らしいですね。本当それこそサイドで縦突破してクロス上げてくださいよ、みたいな、そんな選手になってますね。で、またクロスだけではなくって、中に切り込んでいって、シュートもある程度は打てるっていう風な選手に、なります。ただ、めっちゃ入るってわけではないんで、正直そこだけですね、シュートの部分が高くなれば、もうあまり何も言うことがないかなっていう風な選手になりますので、本当キーの時は自分はね、お世話になっていて、クロス専用機としても使えますし、ただクロスを見せながらですね、周りを使ったりとか自分で突破できるという風な選手に進化をしましたんで、こちらも非常におすすめかなと思いますね。マンチェスターシティなんで、非常にアップグレードが楽しみで、決定力の部分が高くなればですね、もうめっちゃ強いなという風に思いますね。そして続いてはジェイゼですね。こちらもファンタジー FC で、来た選手になりますね。この選手もめちゃくちゃ強化されたなと、いう風に感じますね。特に逆足5という風なことで、前線の選手として軽さもありながら決定力もある程度、あるんで、それこそ細かいタッチで両足から打てるっていうのが強いなと思います。で、単純な裏抜けのスピードっていうのも速くって、レーサーもね、88あるという風な選手になります。で、またフィジカルも高い、数値高いし、結構裏抜けしてる中で、相手のね、センターバックに押されても耐える力っていうのがあるという風なことですね。ただそれこそ、ね、ケリーも同様ですけど、軽かったら女子選手スキル5ね、欲しいなという風にも思ってしまいますし、ジェイゼの場合はね、プレイサルプラス2つ付きがね、こちらどちらもね、あんまりなんですよ、自分的には。ただここがまたちょっと違ったやつだったら良かったかなと、いう風なところですね。ただ非常にアップグレも、期待されるカードにはなりますし、価値はね、あるかなと思いますね。そして続いてはスミスですね。フューチャースターアイコンで、強化された選手になりますね。決定力高いですね。普通に高い選手で SC として決めきる力っていうのはあって、でかつペースも90まで上がりましたんで、裏抜けのスピードという風な部分も手にしたという風な選手になりますね。ドリブル若干遅い感じ、重い感じはしますけど、ただまだ全然持てるという風な選手にはなりますね。44でも良ければこの人も非常に活躍できる選手にはなりますし、クイックステップのプラスもね、新しくついてはいますので、非常に優秀な ST 選手かなと思いますね。そして続いて SB してきました、クラウディア・ピナですね。ピナもですね、非常にフューチャースターで強化された、選手で、今週結構入りますね。遠目からの今週も全然打っていっていいという風な選手になりますし、こちらも逆足5は素晴らしいなと思います。軽さがあって、パスも出せて、ラストパス出す選手にもなれるし、自分で決めきる力もあるという風な選手にはなります。個人的にやっぱりフィジカルちょっと気にしないといけない部分ではあるんですけれども、軽さと細かさで剥がせれば、そこもあまり気にはならないかなという風なところですね。ほんとパス面もうまいのに自分でいけるという風なところが強みかなと思います。そして続いてはマルテンスですね。ファンタジー FC。こちらも新メイドで来た選手になるんですけど、やっぱスキル5でかいなという風には思います。敏捷性バランス低いですけど、そのドリブルで持っていくっていう風な、ある程度のスピードとスキルがあるっていうのはいいところで、決定力もね、高いんで決めきる力もあるという風な選手になってます。で、そういう選手がパス面のね、プレースタイルついてるっていうのがよくって、パスもね、出せるというか、パスでもこう逃げれる、違いが作れるっていうのはいいところなのかなという風には思いますね。値段はね、意外にもぐんぐん安くなって、安い選手にはなるんですけれども、パリ・サンジェルマンだったりとか、あとはマルテンスが活躍を、してですね、プラスのアップグレードが楽しみだなと思いますね。そして続いてはファンタジー FC ヒーロースコットですね。こちらも SBC で来た選手になるんですけれども、逆足が4で、ペースも90あって、プレイサルプラス、ジョッキーのプラスと容赦なしのプラスついているという風なことは非常に素晴らしい選手になりますね。なので個人的にこの人もね S ランクに入れてもいいかなと思ったぐらいですね。 A ランクでは非常に強い、上位の選手になります。なのでプラス1、2、アップグレードされればですね、また評価変わってくる。もしかしたら S に入れてる可能性はあるかなというふうには思いますね。
インターセプトもうまくって、若干フィジカルが気になる時はあるんですけれども、ただ予測だったりとか、ね、備えてて、意外とは取ってくれる選手になりますし、軽さもあって、パスもね、まだ出せるという風な選手になりますので、普通にいいなという風に思います。自分自身は SBC 作ってよかったなという風には感じますので、本当アップグレード次第ですかね。フィジカルの改善とか、あとは視野の、部分の改善とかがアップグレードによってなされれば、よりこう強くなれるかなという風な選手ですね。そして続いては S ですね。S はですね、こちらも新選手が何名かいますね。フューチャースターのバチャ、そしてファンタジー FC ヒーローのボンパストル、そしてフューチャースターのジェームズ、そして直近ですかね、来ましたファンタジー FC のロルフォと、この4名を入れてますね。またアップデによってちょっとこうアウトカーブですかね、トリベーラが若干こう弱くなったことで今週をね打つ人が多くなったと思うので、その中で Y のポップをですね、前回からは少し上げたという風な形になってますね。そしてまずフューチャースターバチャですね、新選手ですね。こちら逆足4、サイドバックとして素晴らしいなという風に思いますし、ブロックの、プラスが新たについて守備面でもしっかり貢献ができる、そんな選手にはなりましたね。視野だったりとかショートパス値も高くって、パス面でもちょっとこう違いが作れるという風な選手にはなります。またドリブルむちゃくちゃ軽い、そして速さもある、守備もしっかりできる、フィジカル若干弱いけどあんまり気にならない予測だったりとか、ついてますので、めちゃくちゃ優秀な選手になってます。非常にやっぱりより強くなったバチャがフューチャー差で来たという風なことですね。攻撃にも出ていける選手で守備もできるようになったという風なことですね。そして続いてボンパストルですね。ファンタジー FC ヒーローで、来た選手になります。もう正直あんま言うことがないぐらいですね、最高の LB 選手かなと思います。こちらも予測だったりとかをね、ついけてますし、両者のプラス、あとはクロスのプラスも備えてて、ほんと攻守にわたって1試合動ける選手で、クロスもうまいと。パスもうまいっていう風な選手になってますね。で、ドリブルもめっちゃ軽いし、ペースもあって、で、シュートもね、決めきれる力っていうのが、ありますので、非常に優秀ですね。なんで本当に、悪いところがあまりないという選手ですね。唯一空中戦ぐらいになってくるんですかね。ただそれはもう女子選手、やっぱ身長が低いっていう風な部分で、男子選手のね、高い選手には、勝てないのはもうしょうがないところかなという風には思うので、その空中戦しょうがないという風な部分を加味してもですね、非常に S ランク、もう全然 S ランク、もう余裕で S ランクに相当する力はありますね。そして続いてはジェームズですね。フューチャースターのジェームズになります。この選手はですね、フューチャースターで非常に強化をされた選手で、特に冷静さがですね、90まで高くなったっていうのは非常に大きなポイントかなと思います。で、もともとスキル5逆足4で、スピードも速くって、ラピッドのプラス備えてはいますので、前線として1人でいけてしまうという風な選手になりますね。で、フィジカルも強いんで、当たられてもちょっとなんか耐える力っていうのがしっかりあって、決定力も高くなったという風な選手になりますね。で、またパスもね、出せるっていうのはよくって、能力値とプレイスタイルがね、備わってはいますので、いいところかなと思いますね。敏捷性バランスちょっと低いですけど、あんまりジェームズの場合は気にならないなという風には思いますし、正直ね、男子選手だったら、もっと値段は高くなっていたかなという風に思いますね。そして続いてはファンタジー FC のロルフォーですね。SBC で来た選手になるんですけれども、この人も、非常に価値があるというか、強いなと思わせてくれる選手になってます。やっぱりもともと逆足5というのは非常に素晴らしいですし、万能な LB 選手によりなりましたね。あとは CM かな。中盤の選手としてもですね、めちゃくちゃ強いですし、シュートもね、決めきれる力を持ちながら、フィジカルも強くって、守備もしっかりできるという風な選手にはなってますね。あとはクイックステップとかテクニカル、容赦なしなんかもついてますし、あとはパス面のプラスがついたことで、より、LB で使うにしても、中盤で使うにしても、パス面のここのプレイスタイルは一つでかいかなと思いますね。個人的にやっぱり
まあしょうがない。もともとやっぱりトリックスターのプラスね、機能とか持ってはいるんで、しょうがないんですけど、このプレイスタイルプラスのトリックスターがちょっとまた違う、プレイスタイルだったら、より脅威さ増していたかなというふうには思いますね。まあ、ここからアップグレードがある選手で、正直プラス4のですね、フルアップグレードも期待される選手になりますので、プラス4されればですね、もう本当に Y の選手を超えてしまうような、まあそんな選手にはなれるんじゃないかなと期待をしてますね。こちらが女子選手の最新版のティアリストになってます。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。